おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、油絵の本格版風景画をお見せしようと思います。久しぶりかもしれませんね。本格版のこちらの作品となっております。ですね、水彩で描くという動画も上げておりますので、そちらもぜひ参考にしていただくと、油絵の具と透明水彩の違いみたいなのもよくわかるんちゃうかなという気がしますので、ぜひそういったものも参考に見てください。最後のディティールの部分の書き込みなんかすごく見どころたっぷりですので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。では本編を。それでは解説をしていこうと思います。デッサンしたものをまず転写をしておきまして、墨入れをしていこうと思っております。これは白味という下地に書いていっております。白味というものの作り方も動画にしておりますので、そういったものも参考にしてください。もしちょっとすごく専門的すぎて難しいなという方は、シナベニアのパネルにジェストなどで代用してもいいかもしれませんし、布を貼るということは、例えばジェルメディウムとかアクリル系のですね、グロスポリマーメディウムみたいなアクリル系のものとかを糊代わりにして、ニカワ代わりにしてもいいかもしれません。そういった方法ももしかしてありなのかもしれません。ちょっと私もそこは専門的にアクリルを日頃やっているわけではございませんのでですね、こういった感じで墨入れで描いていくわけですね。細かいことをネチネチ描いていく、こういったところも少しお見せして、こんなことを積み重ねながらですね、個展などに出す絵は描いているんですよということを皆様にお伝えしているわけでございます。もう最近はやっぱりですね、コロナ禍の中ですね、日本の風景も多くなってきまして、海外とかの取材がなかなか行けませんので、それは致し方ないかなという気がしながら、自分にとってはそういうのも新しいチャレンジができるチャンスになっているのかもしれないなということで、ちょっと早送りにしますね。つまらないと思いますので、ちょっと、あまり僕は作画動画に関しては早送りというのは使わないんですが、ちょっと早送りも今回は使わせていただいております。で、本格版というのは本当に個展などに出したりする展覧会に発表するようで、それ以外というのは、皆様の今多分この辺困ってるかも、この辺というのを皆様がということで、なんとなくそういうのに合わせて作っているという感じですので、こういった本格版とか、これぐらいやらんといかんのやなということを分かってもらえればなというふうに思います。なかなかですね、これ墨ですね、本当墨樹とかを水 1に対して墨1、ぐらいで、これは名村さんのお面ソフで、を細く山切りカットにしていっています。そして墨入れが全部終わりまして、インプリミトゥーラという作業をしていくんですけども、これはですね、ポピーオイルとテレピンだけですね。で、時によっては断丸を入れてみたりとか、時によってはアルキド樹脂とか、要は乾きを早くしたいときはちょっと樹脂分とかを入れることもありますけども、時間ゆとりあるときはそういう風にテレピンと僕はポピーオイルというものと、これはウルトラマリンブルーとローアンバーとか青と茶色みたいな、僕はどっちかというとグレーとかを作るのが好きです。これはもう皆様それぞれに合わせていいと思うんですけども、あんまり鮮やかすぎない、これグレーっぽいですよね。方が僕はサイド的には低くて、画面の中でなんていうかですね、で半透明から透明ぐらいの色の方がいいんじゃないかな。ピンクとかね、黄色とかすると結構後でこの下地の色がすごい強くって目立ちます。で、このインプリミトゥーラには2つの意味があって、上に乗せる色がまた色がこうなんていうか深みを増してくるというところが一般的かもしれませんけど、吸収を止めるという意味合いがあるんですよ。この白亜地というのはすごく吸収地といって、どんどん吸収していってしまう。そして完全に乾燥してから2層目今塗りました。っていうことで、ですね、吸収を止める。で、ここが僕の仕事の場合の難しいところの一つなんですが、下の線も見えつつある程度平滑にフラットな色を塗っていくという作業。やっぱり長いこと絵描いてると自然にですね、完全に1週間乾燥を待ちますとありますが、で、完全に乾燥したらこれかなりマットになってるの分かります？これが白亜地の特徴で、それすごく描きにくいです。で、これ描きにくいという人も多いと思います。やってみたらめっちゃ描きにくかった。この技法先生と真似してやってみたのに描きにくかったという人いると思うんですけども、やっぱりこの吸収を止めるという作業をして、それで2層塗ってもこのような状態なわけですよね。で、3層目、これは今完成油だけで、ちょっと白と何かコバルトグリーンみたいな、これは毛とかを今取ってます。カッターナイフの刃で。そして、白とコバルトグリーンみたいな色をちょっと混ぜて、なんか白っぽいのを薄くかけて、
そしてちょっと暗い色をちょん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 と置きながら、まず暗い色で画面の中の暗い色。この下地の色よりも暗くする、下地の色よりも暗くする色を探し出して、それをまず初めに書いておきました。で、これ、ポピーオイルだけでやってますので、ポピーオイルだけで。で、若干うっすらこう濡れた状態。これが1日ぐらい経つとやっぱり吸い込みでしまいます。でも3層、4層とやっていくと吸い込みが止まってきます。だからその辺をこううまく調整しながらやっていかないと難しいという画材でございます。で、水面であるとかを描いたりとか、上の暗いところを描いたり、それがなぜ映ってんのかな、こうなのかな、こんなのかなとかいうことを考えながらですね、ぜひやってみてください。という感じでこう水面を描いていっているわけですね。少しこうゆっくり見てみましょうか。横のストローク、ゆっくりって言うとすぐ喋り出しましたね。横のストローク多めですね。水面のこう波形みたいなものとかも丁寧にしながら、この木自体倒れているような木ですかね。これは奥入瀬渓流ですね。また青森の方ですか、の方とか、あちらの方の本当渓流で、やっぱり僕ら九州に住んでいる人間からすると、この白樺の木みたいなものとかもすごい綺麗ですしね。なんかこうやっぱりちょっと違う風景で、異国に感じてしまうというところはあるかもしれませんね。で、また暗い色を置きながらこう丁寧に。どっちかというとこう絵の具、溶き油みたいなのほぼ僕つけてないです。これは初めに先ほど塗ったポピーオイルと白とコバルトグリーンみたいな色を活かしつつ描いていくということで。これは私の描き方ですよ。だから皆様も自分なりの描き方とか自分の好きな色とかっていうのが少しずつ増えてくるといいんですね。だからよくこう何色ですか何色ですかって聞かれたり、どうやってんですかこうやってんですか、案外それって書けないんですよ。やっぱり自分でどんどんやりながら書きながら、もうちょっとこうした方がいいかな、ああした方がいいかな、この色好きかもな、この色今使いたいなとかっていうのを増やしていかないと、ただ技法だけをこう真似してて書けるか、ちょっとそういうもんでも実はありませんので、ちょっとそこはご注意ください。ぜひこういう絵描きたいとあったら、ぜひお近くの絵画教室等に通っていただけると、私はそこまで面倒見きれませんので、よろしくお願いいたします。で、ちょっと後ろの方の色とかも塗りつつですね、同じ同系統の色があったら、それをなるべくこう、一箇所だけに留めるんじゃなくて、何箇所かにこうやって広げて、絵の具を置いていくということをよくします。っていう感じですね。ちょこちょこ置きながら広げていくっていう、もう本当に地味な作業もずっと今回本格版ということでお見せしていってます。中間より少し暗いめの色とか、だいたい中間ぐらいの色とかっていうのを少しこう、で、これもこう塗っていってる、この白ぐらいになるともう下の絵の具は消えてしまってます。下のこう線描は消えてしまっておりますけども、中間ぐらいの色って案外下の線描が微妙に見える程度にこれ塗っていってるんですよ。暗い色とかですね、右上のグリーンのとか。で、不透明のこの白、相当こうしっかりした白みたいなのはちょっとこうベタッと塗ってますので、下の線っていうのは消えてしまってます。その辺っていうのはもう経験でしょうね。自分なりにやってきた経験で私はこういう方法になってきたということが、なんていうかですね、言えるんじゃないでしょうか。で、中継とか奥の景色とかももちろん同時に描いていってます。いつもは左上から描くこと多いんですけど、なぜか今日右上から描いてますね。よくわかりませんね。そういうのもよくわからないです。自分もあんまり考えてないというか、でもなんとなく画面の中で多く使う色とか、多く使われている色というのはどんな色かなっていうのを見ながら、その色を作っていったり、その色の中の暗い色はどのぐらいかなとかっていうのを作っていって、それに白を足していったりするので、こういったことになるのかなという気がします。だから左上から絶対書かなきゃいけないとかということはないんですよ。どっちかがないとダメだとかということは僕はないと思っています。やっぱりそういうところがこう芸術とか美術の難しいところでもあり、面白いところでもあるんじゃないかなというふうに思います。で、画面全体をですね、このようにこう手が入っていきながら、やっぱりいつも常に画面全体を見ていって、
て、見せ場みたいなところどの辺に絞ろうかな。これだと奥の方から光が入ってきているというところみたいなのを大事にしていってます。全体の中でそこのところにちゃんと目が行きつつもそこだけにならないように他のところのバランスとかも考えながら私は描いていきます。僕は局部的に描いていくというよりはどこか全体を見ながらまずこれは絵の具を置くという作業をしている感覚かもしれませんよね。そんなに描くというよりまず色を合わせながら、そしてちょっとマチエールとかもちゃんと絵の具がそのモチーフものであるとかの方向性に合わせて、置いていくと。でちょっと白とかは少しずつ厚くインパストと言いますけど厚く塗りながら少しずつ画面の中で広がりを持って見えてくるということですね。ということを意識してます。難しいこと言ってはるわーって感じかもしれませんけどね。こういうことをしながら、現場とかでやっぱりスケッチとかをしていったりする経験とかっていうのももしかして生きてるかもしれませんよね。短い時間で描かんといかんので。で、手前の葉っぱみたいなのを少しちょっと勇気を出して置いていってみて、これぐらいのサイドで置いてみて、それでも後ろの方にちゃんと奥にスーッと抜けていく綺麗な透明な水が見えるという状態をちゃんと保ってるかなというのは、やっぱり画面を見ながらですね、置いていくっていう作業をしてます。で、葉っぱの方向なんていうのですね。で、本当に僕はいきなり細かく描くというよりはやっぱり画面のバランスとかすごく大事にします。後で、それが塗り残ってもそんなに違和感ない程度の絵の具を置いていくようにしています。いきなり細かくは僕は描かないですね。そういうタイプです。いろんなタイプがいていいと思うんですけども、自分がどういうタイプなのかなとかっていうことを理解したり、どういう絵描きたいのかなとか理解することは大事ですね。ここのところの波の波形みたいなのはすごく大事に描いていってるんですね。絵の具を少し厚くのせながら、平筆です。ナイロンの筆を使っております。そんな難しいことしておりませんよ。っていうのを置きながら少し大事に置いていってます。ね、絵の具自体は筆致はしっかり残っていってますね。ある程度絵の具が全部置かれてから、これ完成油で溶き油ほとんど使ってないです。本当に下地に塗った、絵の具が乾かないうちに、もうほとんど1日ぐらいは乾かないので、一気にこれ1日でやっていってますよ。で絵の具が乾かない。それで画面全体を見たときに右上ちょっと寂しいなっていうの分かりますよね。という感じで右上の方に絵の具を置きながら、向こうから少し木漏れ日的に光が入っているようなところも置いていこうかななんていうふうに思ったりしているわけですよ。もう本当にいろんな私は絵を描きます。で、こういう日本の清流とか渓流とかですね。これ筆の後ろでちょっと波の形を今少しなんとなく描いておきました。ただ筆でプラスというよりは削って少し絵の具をへこますようなことをしてみたりとかっていうこともします。やっぱりいろんなものをチャレンジしていって、その時間、その時を思い出しつつも、そこにある光であるとか空気であるとかっていうことを体現しつつ、描けないかなということで、それを画面に残していくという作業ができないかなというふうに思っているわけですね。絵の具が奥の方の光が入っているところに絵の具が置かれていったわけですね。だからまだ絵の具を平滑にするような作業を叩き筆とかっていうのとか使うんですけども、そういったことはまだせずに、全体にまず画面に絵の具を置いていくという作業。ここは一番僕正直面白くないです。筆の後ろを今使いました。面白くないので、画面全体を見ながらなんとかじわじわ少し手が広がっていってるという作業で、地味ですね。地味な作業です。非常に地味な作業を繰り返していっているわけですね。とにかくこういう地味な作業を下地段階のところをしっかりとやっておいたら後々楽になるよと。仕事が僕は早いとよく言われるんですが、そういうことではなくて、やっぱり後にそれが無駄にならないようにしつつ、それでも画面全体を見つつということができるから、多分早いとされるんじゃないかなと私は思っています。なぜかはよくわかりませんが、よく言われます。それだけ仕事はしていますよ。もちろんそれだけ仕事をしていますので、これもだいたい2時間ぐらい一気にぐーっと書いていって、1日である程度まで持っていくという作業は2時間ぐらい、一気に持っていくということをしています。だから集中力もある方なのかもしれませんもんね。でも初めは若い頃ってね、30分ぐらいでしんどってなってましたけど、年を取るごとに徐々にその集中力が継続できるようになってきました。初めの頃はこういう作業苦痛やなと思ったりしてたんですけど、いつか終わるわなぐらいの感覚が徐々に芽生えてきて、もう40も半ばに入ってきますと、
ね、よりなんかこう、もう大丈夫、もうできる終わる、いつか終わるぐらいの感じで。で、大きい作品なんかももう初め、画面なんか見たときは、ゾッとするときあるんですけど、まあ、なんとかいつか終わるわ。終わったことないし、なんか、まあ、ある程度まではなんとかなって、最後はね、自分の納得いくか否かみたいなところはもちろんあったりするんですけども、で、ここのところに光がポコーンと当たってるところなんていうのは、白をドンと強めに、厚めに置いていってます。光がボンと当たって、そして空気遠近法的に少し白っぽいもやがかかっているので、この辺なんかも絵の具を置きながら、石に対して光っている、木に光っている、光が当たっているとかっていうことを意識しながら絵の具を置いていってるという作業をしていってます。こういうのを見るとですね、皆様も描けるような気になってきてもらえたらいいと思いますよ。描けますよ。絶対描けますよ。というなんかまた怪しい詐欺のような感じになってまいりましたけども、絵の具をコツコツ置きつつ全面にちょっとこの、ね、やっぱ段階長いなっていう感じですね。初めて見られる方は、こんな風に描くんやって感じかもしれませんけど、僕の視聴者のね、方はまたもう長いことだらだら大木曽先生やってはるわーって感じかもしれませんね。で、この辺の葉っぱ、手前にある葉っぱも一応1だけはこう決めておこうかなっていう感じで。で、こう筆致が徐々に広がってきたことによって、なんとなく絵の具が前面に画面に、塗られてきて、密度感というのが出てきたっていうのがね、わかりますよね。どうでしょうかね、皆様。これ15ぐらいの作品かなと思いますけどもね。8号でした。M8 号というサイズでございました。8号というサイズですね。下の方の影の中の波であるとか、木の中のなんかこう少しこうですね、緑色とかも絵の具を置きつつですね、画面のバランスがだいぶ、今回こうたまにですね、絵の具豚毛の筆とかにぐしゃっとこう筆をぐしゃっとした筆に、先端につけてバン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 とこうスタンプみたいに置いていくっていう方法を取ることもあるんですけど、今回はそれはあんまりしてませんね。なんかね、もうそういうところが私のへんてこりんなとこですね。もう一個風景画の本格版というのがありまして、そちらの方はもしかしてやっていたかもしれませんね。ちょっと本当に描き方が変わったり変えたりしてるんですね。それあんまり意図してなくて、案外なんか今回は地味に、今やってます。これやってますね。ちょっとだけやりましたね。ほんの一瞬でしたね。今やってました。そしてこの筆の後ろを使って一応波の波形みたいなのはちょっと書いておこうかなということで。という感じでこれで、完全に乾かします。1週間ほど置いておきました。で、乾燥した完全に乾いた後にこのようにまた完成油だけと、コバルトバイオレットですかね。これはを塗って私はこのようにウェットオンウェットの濡れた状態というのを画面を作っていきます。やっぱりこうマットになりますよね。これが白味の特徴ですね。時間が経つとすごくマットになります。そして拭き取って、薄くこう艶が出た状態。そしてこうなんかこう絵の具が薄く油ポピオイルが薄く塗られた。そしてここ大胆、ここ今回のポイントかもしれませんね。白っぽいのズドーンときましたね。空気遠近法的になりましたね。奥行きをもうこれぐらい思い切っていく。完成油ですのでもう乾くのが時間かかりますから、もう思い切って置いていいんですよ。ではこの辺黄色かなみたいなのを思ったらガーンとかね。そしたらもう奥行きがもうはっきりと分かるじゃないですか。イエスノーぐらいの感じで分かりますよね。このもう水面緑で行くぜガーンみたいな、このなんか黄緑みたいな色ですね。何ですか、カドミウムグリーンみたいな色ですかね。思い切っていきますね。この辺はじゃあちょっと暗いめのブルーだダーンというこの感じで、もうこの強弱の付け方すごくないですか。今回ここがすごくポイント。このブルーですね。このなんかシアニンブルーみたいな、フタロシアニン系の青でしょうねみたいなのも少し入れてみてダーンみたいな、どうですか。これによってパーツの部分でこの辺りは青系中心にとか、これはちょっと白系が入った。でもそれでも拭き取るんですよ。こうね、また拭き取り貼りますよね。ほら拭き取って、そしたら筆致筆の跡みたいなのも少しなくなりますので、白っぽいのもこう拭き取った。ね、それで指ですり込む。そうすると初めに塗った絵の具の、テクスチャーマチェールの中に絵の具が入っていって、より複雑さを増すんですね。グレーズやらスカンブルという方法をこれ同時にやっております。空気遠近法的な方法もやったり、今これグレーズ、より暗いとこを暗く今塗っていってるわけですね。ブルー系とかでしょうかね。ウルトラマリンとなんか少し茶色みたいに入れたんでしょうかね。より暗いところを少し暗くして、ここもそうですね。暗いところもう一回こう、全部が白っぽくなりすぎた奥の方の少し暗いところに、すり込むように置いていく。こういうところがポイントですね。これによって油絵の具の持っている特性、油絵の具の持っている特性はですね、透明、不透明、半透明、厚く塗れる、薄く塗れる。
というところでしょうかね。そういったところをやっぱり最大限活用してあげると、やっぱり作品ってすごく良くなります。最大限活用してください。なんかね、それぞれの持っている素材、私はそういうのを皆さん知っていただくために動画というのをたくさん作っているわけですね。こうよく僕も学生によく言うんですけども、やっぱりこうただ魂で描くんだっていうのも素敵ですよ。ロマンチックですけども、でもなかなかこうそれで上達しないなっていう人は、少しちょっと特徴、絵の具のこう持っているものですね、特性とかっていうのを理解すると、ちょっと大人っぽくなりますよということをよく言います。大人っぽくなるってどういうことですかっていうか、ただもうね、乗せて、なんかなれって念じてでもなかなかならないですけど、そういう特性をうまく活用してあげると、奥行き感がふわーっと出てきたり、質感がわーっと出てきたりとかっていう風になるわけですね。なんかこう、どこかの名誉監督みたいですね。ブワーとかね、ザワーとか、ダダーとかね、バッバッバッとかね、すごいですよね。バットをこう持ってバッバッバッって3回こうボールがバットに当たるというね、面白いお話ありますけども、でちょっとこう細い筆を使って、不透明の絵の具でポン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 とこう緑を置いていくことによって、半透明白っぽい絵の具に対してとか、ちょっとグレーズっぽいので暗いとこうやった透明とか、そして、不透明の今色を置いていくとか、そういうこうサンドイッチ構造ができてくるわけですね。いろんな絵の具がこう構造ができてくるということで、それで複雑になってくるわけですね。今不透明で点々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 と、まあ地味な仕事をしていることという感じでしょうか。大体これ深夜にこれ書いてましたね。2時3時4時ぐらいに、こっそり録音しながら、やっていってます。で、画面全面をやっぱり見ながら、特に一番後ろのところっていうのは早打ちにある程度して、それに対して手前どうかなとか奥どうかなとかっていうことを考えていってます。そしてこの波の波形、すごい超丁寧に描いていってますよ。初めの時は大体絵の具を色を置いていくという感じでしたけども、ちょっと明るい色で少し丁寧に描いていきながら、こういう風に波があって向こうの緑がこう映ってとかいうことを考えながらやっていってるわけですよ。でこの暗い中の森の中もやっぱりマチエルみたい絵の具自体はしっかりつけておきたいので置いていってます。静かな中に絵の具をマチエルをつけていくという作業をしていってるわけですね。油絵の具僕も長いこと使ってもう30年近く使っていますけど、やっぱり面白いですよ。でやっぱりこう季節によってもなんか違うんですね。秋口ぐらいの10月11月ぐらいまではいいですけど、12月もあると全然絵の具が乾かないとかね、逆に夏場とか乾きが早すぎるとか、なんとなくやっぱり季節、私たちが過ごしやすい時期っていうのがなんとなく絵の具ってあれなんですよね。完成油だから、普通に考えればそんなの関係ないのかな。そんなの関係ねえというギャグございましたよね。おっぱっぴーっていうやつですか。でも、なんかやっぱりですね、私たちが生活するような、生活しやすい温度の時とかの方がやっぱ絵の具で乾きやすかったりなんかするんですよね。面白いもんですよね。乾燥がちょっとこう、時間かかりすぎるなとかっていう人はなんかこう、乾燥を促進するようなものとかも混ぜられてもいいかもしれません。私はもう本当にもう諦めます。1週間だったら1週間ほったらかしにします。そして他の仕事をするようにしているので、もう終わりって言ったらもう終わりですっていう感じでもうほったらかしにして、で普通に生活をしていて、例えば寒くなってきたらなんか私だったらなんかこうファンヒーター的なのをアトリエつけたりして空気が少し変わったりとかですね、暖かくなったりとかしたりすることによって、なんかこうやっぱ乾燥も少し促進されたりとかしたりもしますもんね。で、こう奥の方の光とかも描きつつ、もう見たらわかりますね。このタイプの私作品は本当に部分から描いていっていることが見て取れるんじゃないでしょうか。ね。でこの葉っぱの隙間を描きましょう。もう言ってることを全部他の動画でも言ってる、今日喋ってることほぼ全部新しいこと何一つ言っていない、面白くないぞと突っ込まれそうですけども、本当にもう1年半もやるとネタなんて全部切れてしまうものですよ。ね。でもこの新緑を描くとかこう風景の本格版は水で油の本格版では初めてかな。一発で描いたやつというのはありましたけども、一層でね、でも今回はもう2層3層とかけてますよっていうことなので、こういうのはすごい参考になるかもしれませんよね。いきなりできるというわけじゃなくて、やっぱり絵の具の乾燥をしてからその絵の具もテクスチャーも活かしつつ描いていくということをぜひお見せしたかった。じわ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 地味に本来はこう水面を描くという動画も上げているんですけども、
画面を縦にして縦のストローク線を多めに描いていくことが多いんですが、今回作画動画上こういう風に横の線を描きながら、そしてこう細い枝とかこういうね細く山切りカットにした筆使ってますよとか、こういうのもどこかに必ず紹介しているわけですね。もう何にもかもお見せするというこの新しいスタイル。それでも私は全然いいんです。だって教えてますもんね。学生の前でこんなん全部見せてるんですよ。ねえ、もっともっと皆さんね、食いついてこいよって言うてるんですけどね、なかなか私みたいな鬱陶しいおじさんみたいな先生は大体今の時代は嫌われるわけですね。あんまりだから言わないようにしてます。おじさんは無言で、アトリエで大きな作品とかを描いています。これを僕は何というかというと、無言のパワーハラスメント。無語ハラとかなんとかね、適当に今つけましたけども、これはどこかの動画でも言ってますけども、やっぱりこう書いてる姿とか見せることが一番手っ取り早いかなと思ってます。で、それでできひんかったり、こんな書けへんとか、こんな先生時間書いてはるとか思って、さあ諦めもつくわけじゃないですか。私はもう無理やわって、もう趣味でいいわとかって言ったら、もうそう早めにね、潔く趣味の方に行って就職活動しなさいよとかっていう話になりますもんね。何の話してんやって感じですけどもね。波の波形を少し大事に暗い中の静かに書いていきつつ、密度が徐々に上がってまいりました。で、これが2層目なんですけど、で、最後ちょっと色がですね、なんかこう動画の編集っていうかこう撮影、いつもと同じことをしたんですけど、なんかちょっと初めの頃だけ青っぽくなってしまってますので、なぜかちょっとよくわかりませんが、これ今のこの段階がすごく正しい色ですね。こんな感じですけども、正しい色かなというふうに思います。写真よりも動画の方が綺麗だ。で、最後、描き込む。これちょっと青っぽいんですよ。ここね。なんでこんな青っぽくなったかよくわかりませんけど、また同じようにグレーズとか、ちょっとこれ黄緑がかってるのを塗ってみたりとか、ですね。なぜ青くなったんだろうっていうことが疑問ですけども、これはもう本当にこう、なんていうんですか、青白っぽい感じを塗ってみて、そして全面にこう、グレーズが行き渡りましたという感じでございます。こういう作業なんそもこう指でこすり込むと、やっぱり初めに塗ったマチエルの中に絵の具が入る。またこういう暗い色。同じような作業を繰り返してるでしょ。この同じような作業を繰り返してるんですよ。それによってこう徐々に絵の具がどうなってんやろ、ああなってんやろ、わからへんわっていう感じになって複雑になってって、どうなってんやろなって感じになってって、見る人が、もうね、あたかもリアリティを持ったこういう風景だわ、みたいな感じに見えてくるようなわけですよ。ただ絵の具をね、ボテッと乗せただけやったらどうしてもね、それにすごく一手集中ガツッと言ってて、そのマチエルがめっちゃかっこよかったらそれはそれでいいと思うんですけどね。私はそんなこう度胸もなければ才能もないので、コツコツカツコツですね。森脇健児さんがよくおっしゃってます。タレントの森脇健児さん、学生に言うたら森脇健児さんでほとんど誰も知らなくて、頑張ってください。応援してます。大好きですよ。ね、赤坂なんとかも TBS 感謝祭でいつも頑張られる方ですね。面白い方ですね。僕らの学生時代関西では超有名人だったですもんね。でこんな感じ、もう最後こんな感じ、うわー地味な仕事、てんね、木漏れ日を書いてってるけども、地味な仕事。最後の方もう少しピントが合ってきます。これは画像を拡大しているからこんな感じなんですね。最後はもっと近づけて動画撮りましたので、もう少しクリアに映っていますので、ぜひ最後にこの辺からですかね。こんな感じ。でこの辺は色すごく近いです。ちょっと青っぽい画面だったことをお詫びして、お詫びいたします。訂正はできませんが、お詫びいたします。こんな感じですよ。最後はこんな感じで、これがね、本格版という私の本当に展覧会とかに出す、個展やらなんかグループ展とかにこの作品は必ず出品するという作品ですね。木漏れ日的なのをてんって書いていって、奥から光が差し込んでるところもてんで、うわ地味やな、暗いわ先生。これは柔らかい扇形の筆があるんですけど、それをこうそうって横縦横斜め横縦斜めとかするとふわっとボケたような感じになる。ボケたとか言わんといてって怒られそうですね。柔らかくこう周りと馴染んでいくわけでございますね。てんとね、いかがですか。
こんな地味な人に教わりたいですか？教わりたいですなんてコメントくださる方いるかもしれません。こんな地味な、地味なことやってはる。ほら、これなんかも見てください。うわ、地味な、ちょま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 やってはるわ。何してはんのかなーって感じでしょ。もう本当にネクラネクラでございます。ちま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 。木もこうやってね、全部をビューッと線引くんじゃなくて、葉っぱが手前にありますよとかいうことも意識しつつ、そのまま写真写してるわけじゃないですよ。もう本当にこう自分なりに描いてみたり、この辺の葉っぱも点々点々点々と細かい描写をしていってます。この辺なんかこう波少し絵の具厚く乗せてるの分かります？おら地味。ねえ。やっぱ初めに塗った絵の具よりももう少し丁寧によりこう密度感を持ってきているのが分かりませんか？少しかすらせてみようかなとか、こんな感じでも絵の具を置くようにチュ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 、うわー地味やわー、嫌いこの人とかね言われるかもしれませんが、こんな感じで、丁寧に丁寧に、そしてもう本当にこの辺も何が何だか分からない、寄ってみるとまるで抽象画じゃないでしょうか。どうですか？がこういうの引きで見たらあれ見えるけど、寄ってみたらこんな感じの抽象画になってる。そこが絵画の面白いところだと思いませんか？こういうところが面白いなと。克明に全部描く、写真のように描くという僕はわけじゃないですが、このように絵の具をボテと白い厚く塗ることもしてみたりとかしながら密度を上げていってるわけですね。今日はちょっともしかして皆さんにとってどうですか？地味だったですか？コメントとかいただければ、面白かったよっていう方はぜひグッドボタンを、押していただけたりですね、コメントいただけたりすると YouTube さんにおすすめに上がりやすかったりするかもしれないので、こういう本格版撮るのは超大変なので応援してください。1回撮ったものをですね、皆さんに見てもらえたりね、これ縦にこれしてるんですよ、画面は。だからこう右側から手が出てきてます。こう何日もかけて撮って録音してって感じでやってますので、こういうのぜひ皆さんこのぐらいの密度で書いてはんねやっていうのがね分かればぜひ面白いかもしれませんね。チュッ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 という感じで、波のところも丁寧に丁寧に書いていってるわけでございます。皆さんもぜひですね、本当にこう最終的にはこれぐらいの仕事ができるように多分なると思いますよ。葉っぱの周りのこの辺なんかほら、もう葉っぱの周りのところ書いていってはるわ。波のこう波形なんか書道家みたいやなって感じじゃないですか。なんやろうね、この線の置き方、絵の具の置き方、なんやろう、ちょんちょんちょって。こういうのをぜひですね、こう展覧会会場とかデテールを見ていただけるといいと思うんですよ。ここはこんなんや。なんかね、これからはなんかスマホとかでこの動画を見たりしながら、また作品のデテールを見たりすると2倍3倍面白いかもしれませんよね。そう考えて、なんかこういう動画撮ってるんですよ。そうか、これからの時代それはありかもしれないなと。今度個展とかがあるときは TV 局の人が間に入ってくださるので、そんなこと iPad がなんか置いてね、最後はこういう風に葉っぱとかをこう書いていっております。もう少しあるかな。コツ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 、カツコツコツコツでございます。ちょんちょんちょんモチーフ、ものの周りも描きつつ、モチーフも描きつつ、あとは最後の方葉っぱとかを少し明るいハイライトを描いていくと思いますよ。グレーズをしたぐらいなんで、もう最後にこう不透明みたいなのでボンボンボンと置いてみたりとか、今ちょっと細い枝を置いてみたりとかっていうことで、密度を上げていったということでございます。最後こう枝とかね、こういうの描いていってますよ。ぜひですね、何度もご視聴いただいてよかったらチャンネル登録していただけると嬉しいなとおじさん思う次第でございます。解説は以上です。
ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？こんな感じで最後ずっと煮詰めていくという感じで、ですね、細かく最後は書いていくんですけども、その前の段階で、いろんな構造を作っていくというところは、非常に参考になるかなというふうに思いますので、風景画の奥行きの出し方とかですね、水の描き方とか、緑の描き方とか、葉っぱの描き方なんていうのは、非常に参考になるかなと思います。ちょっとずつ油絵の方ももう少し多めにお見せしていこうと思いますので、これからもご視聴よろしくお願いします。いいねボタンとかすごく嬉しいですし、コメントよかったらいただけたら幸いです。よかったらチャンネル登録いただけるとおじさん励みになります。ではまた次回。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。